多分ぶっちゃけこれ多いと思いますね。男の人はここがうまくいってないんだろうって思って言ったつもりなのに、奥さんが自分が攻撃されたと思ってぶち切れてるから、どこかでお父さんはもう諦め始めてもう何も言わなくなるみたいなのは、98% じゃないですか。すごい多いと思うな。こんにちは。こんにちは。4つ目です。フォアアグリーメント。今日は2つ目。前回は1つ目なんだっけ。全く身についてないです。言葉を研ぎ澄ますそうですね。言葉を研ぎ澄ます。で、今回2つ目。英語をそのまま読むと、Don't take anything personally。で、この人の役は何事も個人的に受け取らないこと。その通りですね。どういうこと？で、例えば、自分はデザイナーなので、会社でデザインするんですね。で、デザイン作ったものを他のデザイナーと一緒に議論するのね。それをデザインレビューって言うんですけど、で、例えば誰かが出してきたデザインに対して、ここをもうちょっと色、こういう理由でこうした方がいいんじゃないのって言って、個人的に受け取っちゃう人っていうのは、このデザインのどこが悪いんですか？あなたのデザインだって時々良くないじゃないですか。みたいな、こういう反応になってくるわけでしょ。で、これは上の年代の人ほど個人的に受け取りやすい。個人的に受け取らないってのはどうかっていうと、一旦これを誰がデザインしたかっていうのは切り離して、あなたがデザインしたんだけど、一旦あなた切り離して、ここの参加者の一人として、このデザインをもっと良くするために何ができるかを、アイデアを出し合っているんです。っていうのが、やっぱり理想的なスタイル。デザインで言ったらそうね。これは全てにおいて言えることで、じゃあ例えばリスちゃんが何かしたときに、誰かに言われました。なんでそんなことするって言ったときに、悪い例は自分を守ろうとする。いや、私はこういう理由があったからやったんだよ。しょうがないじゃないか。でもそうじゃなくて個人的に受け取らないっていうのは、一旦その行動を自分がやったということは一旦切り離していく。もっといい行動があったんじゃないかというのをもうみんなでアイデア出し合ってるだけなんです。攻撃してるわけじゃないんだよ。一緒に考えようとしてる。その行動、もっといい行動あったんじゃないの？もっといいセリフがあったんじゃないの？あと、理解してほしいのは、パーフェクトなものってのはないんですよ。だから何かが出たからといって、あなたが攻撃されてるわけじゃない。何も出ない状況なんてないから。要するに、これ以上のもう完全なベストなんていう、もちろんデザインもないし、人もいないので、ただ、もっとこういう案があるんじゃないかというところをとりあえず出してるだけなの。なので、そこを理解すると、ものすごいその出てきた選択肢を取りやすくなるじゃないですか。要するに取らないという自由もまだあるんですよ。あとは、攻撃されてるわけではないので、あなた自分を守りに走る必要ない。ここで自分を守りに走る人がいると、ものすごい時間の無駄なんですよ。そうですね。そんな話今してないのっていう。で、これはもう本当に、自分に対してもできると思うね。自分に対してもっといい方法があったんだ。要するに自分に対しての方が楽だよね。人対人ってなってくると、やっぱりどうしても自分が攻撃されてるんじゃないか。みたいな防御に入っちゃうっていうのはあり得るかなって。身に覚えありませんか？覚えありまくと。だから女の人の方がそういう反応をしやすいなっていう、これまたね、偏見なのかもしれないですけど、でも最近の若い人はすごいね、できてきてると思うよ。すごい。何が違うんだろうね。その我々の時との教育が多分違うんだと思うんだけど。マネジメントのスタイルが少しずつ確立されてきたのかな。昔みたいにこうやれとかお前はダメだとかではなくて、なるべくアイデアをうまく出させるような空気作りがうまくなったのかなとは思いますね。ちょうど昨日それをあそこでやってたんで、マネージャーがこれやってくださいって言ったら、自分がやろうと思ったのにこっちの人がやっちゃったって。マネージャーに文句言ってきて。できる人がやればいい。この人にどんどん仕事が集中しちゃうと困るし、そういう意味で言ったんじゃなくて、やれる人やってくださいっていうふうに言いたかったんだけど、それがあんまり伝わらなくて。その件もそうだけど、縄張り争いも似たようなもので、みんなで良くしようと思ってる、作品があるわけです。その組織というのがみんなで良くしようと思ってる作品なわけですよ。で、そこに、ここにあるものをみんなで良くするためのアイデアを出せばいいのに、個人的に受け取っちゃう人っていうのは、そこに自分がいるんですよ、その中に。を中心に考えるんですよ。やっぱり個人的に受け取らない人は一旦自分を切り離して外から。で、みんなでこれを良くしようみたいな考え方になるんですよね。それどうしたらいいんですか？それ女子あるあるで。男の人って頭と心がつながってないって。多分体の構造的にそうなんだと思うんです。で、女性は頭と心がつながりやすい。だから、頭で考えてることをすぐに自分のこと、我のことって捉えがちなんです。どうしたらいいんですかね？やっぱりそういうものの見方に慣れていくしかないんじゃないかな。じゃあもうトレーニングですね。この視点を与えてあげることだと思うんですね。まずはね。いや、個人的に受け取っちゃう人って、自分がどれだけやったか、自分の成果、人の成果で
自分が評価されてるとうんう思ってるんですよ。んでも上に立つ人はそこじゃなくて、全体をスムーズに回すためにどれだけこの人が貢献しているかの方がうん。何倍もトータルで見たときに利益になるって分かってるので、実際にはもっと上を見てるんだよみたいな視点を与えることによって気づくんじゃないですか。うん。それもまた自分の利益視点だけどね。そうそう、主体の利益を考えた結果、最終的に自分も評価されるようん。みたいなところじゃないですかね。まあいろいろありますよね。自分が評価されるために一生懸命周りの悪口言ったりする人も、一歩上に立つと、何このくだらないことやってるんだって分かるじゃないですか。一回上からこう見せてあげれば、小学校の頃かっこいいと思ってたものが中学生になったらなんで自分はダサいことやってたんだみたいに思うじゃないですか。そうですね。まあこれはトレーニングだと思います。だからまあこれはだから夫婦関係でもそうですよ。多分ぶっちゃけこれ多いと思いますね。男の人はここがうまくいってないんだろうと思って言ったつもりなのに、奥さんが自分が攻撃されたと思ってぶち切れてるから、どこかでお父さんはもう諦め始めてもう何も言わなくなるみたいなのは、98% じゃないですか。すごい多いと思うな。はい、じゃあ皆さんからのご意見、感想お待ちしております。チャンネル登録、いいねお願いします。バイバイ。サムネイル。じゃあ怒って、じゃあ俺はなだめてるみたいな。